クリア窓付きの IC カードポーチの作り方です。外側にカードが入るようになっていて、こちらにファスナーがついています。お札なら立てて半分折りで入るサイズです。出来上がりサイズは横が11センチで縦が9センチです。裏も裏地付きで内側もきれいに仕上げていますが、セリアのカットクロス1枚でできます。難しそうなクリア窓も横を縫い付けてから定規をつける方法なので簡単です。D カン付きなのでリールをつけて使うことができます。材料はこちらです。表地と裏地、下の4枚はクリア窓の周りに使う布です。あと D カン用に 4×4 センチと D カンホッククリア窓です。D カンは 1.5 センチ幅で、ホックは1センチ幅がおすすめです。1.4 センチでも大丈夫です。この小さい布がこのクリア窓の横に来て、短いものが下、長い方が上のこの部分になります。ファスナーは20センチファスナーを使います。10センチファスナーでも良いですが、端を縫うのが縫いにくいので、初心者の方は20センチファスナーがおすすめです。今回はセリアのカットクロス 35×30 センチ1枚を使いました。裁断の仕方はこちらのイラストのようになります。クリア窓は100均で売っている柔らかいタイプのクリアケースを切って使います。これはダイソーで売っていたものです。出来上がりを見ると複雑そうですが、順番に作っていくとそんなに難しくないので、ゆっくり解説します。まずはこのクリア窓の周りの布を縫います。5×9 センチの布を横につけます。表を内側にして半分に折ってアイロンを当てます。ここにクリア窓を挟んで1センチの縫い代で縫います。開いて2枚を合わせるようにして引いて布端を縫います。これで片方がつきました。反対側も同じようにつけます。ちょっと透明で見えにくいですが、半分に折った布を合わせて1センチ縫います。表から縫います。これは特別の押さえとか使わなくても普通の押さえで大丈夫です。次に横長に置いて 13×10 センチと 13×7 センチの布もつけます。半分に折ってアイロンをかけます。これをさっきと同じように開いて挟んで1センチ縫います。
開いて端を縫います。端を合わせて横に引くように押さえます。空いてる方も開いて間に挟みます。1センチの縫い代で縫います。表から縫います。こんな感じで窓が縫えました。上が広い方になります。上も下も1センチ内側に折ってアイロンをかけます。窓にアイロンがかからないように注意します。この広い方が上になるので上端を縫います。この部分ができたので本体につけます。2枚のうち長い方 13×19 センチの方につけます。まず裏を内側にして半分に折ります。ここにこのようにポケットをつけます。開くと折り印があるので折り印とこの短い縫っていない方が合うように合わせます。クリップで留めて周りを縫います。上はポケットなので開けておきます。横は仮縫いなので返し縫いはなしで大丈夫です。ここからは普通のポーチと同じです。D カンをつけます。
D カンの幅に折って、今回は 1.5 センチ幅なので 1.5 センチ幅に折ります。ポケットの少し下ぐらいに仮縫いします。そのままでもいいですが、仮留めのりでつけてから仮縫いするとつけやすくなります。初心者の方におすすめです。端から5ミリぐらいに仮縫いします。仮留めのりを使うときは、ここのミシンは省いても大丈夫です。ファスナーをつけます。ファスナーを裏返して開いて、端に合わせて留めます。端から留め具が 1.5 センチになるぐらいにクリップで留めます。留め具から端まで端から3ミリぐらいのところを縫います。後で折り上げるので留め具のところから縫い始めます。後で折り上げて布を重ねても良いですが、今回は先に折り上げて縫っておきます。折り上げたこの角のところが布端にくるくらいにして押さえを下ろして針を下ろします。ここで軽く縫っておくときれいに折れます。裏布を表同士合わせてクリップで留めます。今度はこの長い方から縫います。さっき縫った縫い目の下を縫います。縫い目より内側です。開いて縫い代は表側に倒して表側に端ミシンをかけます。一度締めて布端に印をつけます。開いて表の反対側をかぶせるようにして今つけた印と合わせます。さっきと同じようにファスナーの端から3ミリぐらいをこの留め具のところまで縫います。反対側も同じように折ります。この端が
ファスナーのラインにくるようにして押さえを下ろして針を下ろします。慣れた方なら縫わずにそのまま折って裏布を重ねて大丈夫です。今度は折った方からさっき縫った縫い目の内側を端まで縫います。開いて表側を縫います。このポケットのついた方に縫い代を倒して端を縫います。ちょっと今回縫いにくいですが、少しずつ開いて縫います。ファスナーを内側に入れます。D カンの金具を内側に置いて端を合わせます。反対側はファスナーを切っておきます。こちらも端が合うように合わせてクリップで留めます。裏布に返し口を作ります。このポケットのついてない方が裏布です。下から 6.5 センチ、ここを返し口にします。1センチの縫い代で縫います。返し口のところから表に返します。ちょっとクリア窓があって出しにくいですが、ゆっくりと出します。表に返した時に D カンが外側になるように返します。返し口のところから角出しなど先の尖ったもので角をきれいに出します。返し口は1センチ内側に折り込んで
端を縫います。表に返した時に出ている糸などを切るのにこのスプリングシザーズが便利です。布を傷めることなくこのようにカーブがあるのでカーブに沿って切ることができます。根元からきれいに切れるので仕上がりもきれいです。内側の布を横に引くようにしてファスナーの端もきれいに出します。次にホックをつけます。ポケットの布端から1センチのところにつけます。重ねて一緒に穴を開けます。これで出来上がりです。こちらは角出しです。表に返した時の角をきれいに出すのに使います。大きさとフィット感が気に入っています。こちらはソーラインの仮止め用のりです。開けるとこのようにリップのように繰り出し式になっています。待ち針代わりに使えます。折って縫いたいところなどに点止めしてこれで縫うとずれにくくて縫いやすいです。レースをつけたりタグをつけたりといろいろ便利に使えます。こちらの動画でも紹介しています。替えのり付きのセットで600円ぐらいです。糸切り用スプリングシザーズ。出してみるとこんな感じです。刃先が赤ちゃんの爪切りのようにカーブしています。このカーブが布に沿って糸が切りやすいそうです。一度糸を切ってみます。このようにミシンの端の糸を布に沿わせて横に押さえるだけで切れます。縫い目を間違えて縫った時にほどく時にも使えます。かなり切れ味が良いので少しすくうだけでパチッと切れます。リッパーと同じような感じです。返し縫いのしてある縫い目の固まったところでも切れ味が良いので綺麗に取れます。すくうだけでスッと切れます。このハサミの一番いいなと思ったところは糸をハサミで切ったつもりがほんのちょっとだけ残っている時にこれだと綺麗に切ることができます。